こんばんは、クリミナルです。今回は世界の珍事件をご紹介していきたいと思います。おバカな犯人があっさりと捕まってしまった事件や、中には思わず笑ってしまうような事件もあります。では、早速始めます。2022年7月、イギリス・マンチェスター。地元警察はジョシュア・ドブソンという男を指名手配し、行方を追っていた。ドブソンは車を盗み、ガソリン代を踏み倒し、さらには無免許運転をしていたのだ。警察に追われた彼はガールフレンドの家に身を隠していたが、警察は居場所を突き止め、踏み込んだ。しかしそこにドブソンの姿はなかった。おかしい。絶対にここにいるはずだ。捜索を続けているうちに、一人の警官があることに気づいた。コストコで売っているような巨大なテディベアが小刻みに揺れている。警官が調べてみると、案の定、中にドブソンが隠れていた。ドブソンはテディベアの中でじっと息を殺していたが、緊張で呼吸が浅く速くなっていたのだ。こうしてドブソンは逮捕され、テディベアの中から刑務所へと身を移すことになった。2006年2月、ノルウェーのとある高校に泥棒が入った。翌朝、出勤した職員が異変に気づき、盗まれたものはないか確認をした。ただ、特に盗まれたものはない。どうやら泥棒は何も取らずに立ち去ったようだ。安堵した職員がちらりと近くの机に目をやると、そこには高校3年生向けの数学のテスト用紙が置いてあった。職員がそのテスト用紙を手に取って見てみると、しっかりと全問が解いてある。そこで採点してみると、なんと全問正解だった。どうやらこの泥棒は真面目にテストに挑み、スラスラと問題が解けたことに満足したのか、何も取らずに立ち去ったようだ。この泥棒は一体何がしたかったのか、意味不明である。2019年7月、アメリカ・ミズーリ州で違法薬物所持の容疑で指名手配されている男が警察から逃亡していた。最終的に男は森の中に身を潜め、じっと息を殺していた。そこへ警官と警察犬がやってきた。どうやらまだ自分の居場所はバレていない。このままやり過ごそう。そう思った男だったが、生理現象には勝てなかった。男はかなりでかい音のおならをしてしまったのだ。さらに辺りには悪臭が漂った。すると警察犬 K9 が匂いに敏感に反応。こうして男はおならのせいで居場所がバレてしまい逮捕された。2003年1月、アメリカ・アーカンソー州マークトリーにある銀行にある男が強盗に入った。ただ、年始ということもあり、銀行にはあまり現金がなく、男は金を手にすることはできなかった。すると男は手ぶらで帰るのが惜しかったのか、カウンターにあったラジオと一握りのキャンディーをつかみ、逃走した。その後、通報を受けた警察が銀行に到着し、早速防犯カメラをチェックしてみると、そこにはしきりに辺りを見渡す犯人の姿がバッチリと映っていた。さらにこの男はとんでもない失態を晒していた。警官が銀行の外を調べたところ、キャンディーの包み紙が点々と落ちていたのだ。警官はまさかと思ったが、そのまさかだった。包み紙をたどってみると、なんと犯人の家にたどり着いたのである。このおバカな犯人に対し、警察はこう声明した。キャンディー強盗は捕まえて欲しかったようだ。2008年3月、アメリカ・イリノイ州シカゴの自動車用品店に強盗が入った。黒い覆面をかぶった男の名はルーベン・サラテ。彼は店員のシダさんに銃を突きつけ金を要求した。
ただ、シダさんが、今、ここに金はない。金はマネージャーが管理しているんだ。今、マネージャーは不在なんだよ。と話すと、サラテは、そうか、なら仕方ない。じゃあ、マネージャーが戻ったら、携帯電話に連絡をくれ。と言って、電話番号を残し、一旦引き上げた。店員のシダさんは、すぐに警察に通報し、おとり捜査を行うことになった。そして、シダさんが、マネージャーが店に戻ったよ。と、サラテに連絡を入れると、彼はまんまと店を訪れ、張り込んでいた警官によって逮捕されたのであった。彼を逮捕した警官は、こう述べた。まさか、本当に来るとは。2014年12月、スコットランド・グラスゴーで珍事件が起きた。この地に暮らすコノリーさんが早朝4時に起床すると、なぜか家の中が妙に寒い。おかしい、窓は閉めたはずだ。銃を手に取って家の中を見回ると、ギターや iPad、衣類などがなくなっていた。そして恐る恐るゲストルームに向かうと、なんとベッドの上に見知らぬ男が寝ていた。驚いたコノリーさんは、ここで何をしていると大声で話しかけた。しかしその男は全く起きない。部屋の明かりをつけても全く起きない。男は熟睡しているようだ。そこでコノリーさんは通報し、警察の到着を待つ間、男の写真を撮った。それがこの写真である。その後警察が到着し、手錠をかけた時に男はようやく目を覚ました。逮捕された男はクリストファー・プロバゼク。彼は近所に住んでおり、深夜窃盗目的でコノリーさんの家に侵入し、盗みを働いていた。酒を飲んだ状態で金品を盗み、それを自宅の玄関先へと運ぶ。彼はこの作業を何度も繰り返していた。そしてあらかた盗みを終えた時、彼はコノリーさんの家にあったパイを平らげた。すると睡魔に襲われ、ゲストルームのベッドで眠りこけてしまったのであった。地元紙はこう報じた。ベッドが泥棒を捕まえた。2002年11月、イランのとある銀行に男が強盗に入った。しかしこの強盗、何かおかしい。覆面もしていなければ武器も持っていないようだ。強盗だ、金を出せ、というお決まりのパターンではなく、銀行にいた人から直接現金を奪おうとしたのだ。当然、男はすぐに取り押さえられ、逮捕された。一体この男は何がしたかったのか。実は事件前、男は自称魔術師に日本円で8万円を支払い、透明人間になる魔法をかけてもらっていた。そのインチキを信じ込んだ男は、自分は透明人間になったと確信し、堂々と銀行強盗に及んだのであった。ピュアすぎるこの男は、後日法廷で、騙されたことが今わかった、と話し、肩を落とした。2013年1月、場所はコロンビアの小さな町フアンデアコスタ。この地に暮らす不良少年2人が1匹のロバを引き連れ、午前2時に食料品店に盗みに入った。このロバはオリバレスさんが飼っていたロバで、名前はシャビ。少年らは12時間前に盗んだものを運ばせるためにシャビを盗み出していたのだ。なぜ車やバイクではなくロバを選んだのかは謎であるが、彼らは屋根から店へと侵入し、ラム酒、米、ツナ缶などを大量に盗むことに成功した。そしてシャビに荷物を積み逃走を図った。すると、静まり返った深夜の小さい町にシャビの鳴き声が響き渡った。静かにしろよ、と少年らは慌てふためいた。しかしシャビは泣き続けた。まずい、誰かに見つかってしまう。パニックになった少年らは盗品を残したまま一目散に逃走した。
このシャビの活躍により盗まれたものは店に返され、シャビも無事飼い主の元へと返された。2006年10月、ブルガリアの首都ソフィアで女子たちの大乱闘が勃発した。乱闘に参加した女子たち23名は以前からある男性をめぐってトラブルになっていた。その男性はかなりのイケメンで、彼を知る女子たちは皆彼と付き合いたがっていた。しかし話し合いでは解決せず、最終的に喧嘩をして勝ち残った者が彼と付き合う権利を得るという話になり、乱闘騒ぎになったのだ。女子たちはメリケンサックやチェーン、ビール瓶などを手に持ち入り乱れたが、そのうち警察に通報が入り鎮圧された。幸いなことに大きな怪我を負った者はいなかったという。なお、乱闘に参加した女子たちの誰かがイケメンと付き合えたかどうかは不明である。ブラジル・ロンドニア州に住むマリアさんは運転免許試験に落ち続けていた。マリアさんの息子ヘイタースキヤーベは何とかして試験に合格させたいと思い、何かいい案はないかと頭をひねっていた。するとあるアイデアを思いつき実行に移した。そして試験当日、会場に一人の女性がやってきた。その女性は派手なブラウスとロングスカートを着て白髪混じりのカツラをつけ、指には赤のマニキュアを施していた。その女性は黙々と試験を受けている。ただ試験監督が途中で異変に気づき、その女性に身分証明書の提示を求めた。もうお分かりだと思うが、その女性はマリアさんの息子ヘーターであった。彼は念入りに女装をして母親のために替え玉受験をしていたのだ。その後、試験官が警察に通報し、ヘーターは逮捕された。この一件はブラジルの SNS で瞬く間に拡散され、同情する声も多く上がったが、不正には変わりない。取り調べでヘーターは、代わりに試験を受けて母を助けてあげたかった、と話した。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。